はい。では、給与支払い報告書の提出方法についての Q&A になります。で、質問文、給与支払い報告書の提出について、一定条件に該当する場合は、紙での提出ができないと聞きました。現在、従業員数が70名ですが、この場合、令和8年の、給与支払い報告書については、紙での提出が可能かどうかという内容になっております。で、こちら回答にあります通り、ここですね。給与支払い報告書の紙での提出が可能かどうかは、提出年度前々年に税務署に提出した給与所得の源泉徴収票の枚数によって決定すると。で、前々年の提出枚数が100枚以上の場合には、給与支払い報告書については、LTAX などの、電子的手段での提出が義務付けられております。で、この判定の基準なんですけれども、給与支払い報告書の枚数ではなくて、税務署に提出した給与所得の源泉徴収票の枚数であるということと、その年に提出する枚数ではなくて、提出すべき年の前々年の提出枚数が判断基準になるということをご注意ください。で、今回のご質問、令和8年度ですので、今年1月末が提出期限になってますけども、1月末が土日になりますので、今回は2月2日が、提出期限になっております。で、令和8年分ですので、前々年が、令和6年度、令和6年の1月に税務署に提出した給与所得の源泉徴収票、枚数が何枚かっていうことで、紙かどうかが判断されると。で、従業員が今70名ということで、現在の従業員だと、ですから判断することは難しいんですけれども、例えば70名前後でずっと推移したとして、で、従業員が70名ということは、給与支払い報告書の、枚数はだいたいイコールの人数だと。で、そうなると、税務署に提出する源泉徴収票の枚数っていうのは、500万とか250万でさらに絞られますので、70名以下になる、100枚未満になるということなので、この会社については、今年出す給与支払い報告書は紙でも提出が可能ということになります。で、今、基準枚数が100枚と話しておりましたが、令和9年の1月からは、1月以降の提出分からは、この、枚数が30枚に引き下げられます。別の資料をご覧いただきます。資料変わりましたか？はい。給与支払い報告書等のデータによる提出の義務化について、これ現在の、ルールが書いてあるんですけれども、令和3年1月以降、提出枚数が100枚以上であった場合には、電子データにより、税務署への源泉徴収票や市町村への給与支払い報告書を、電子データで提出しなければいけないと。今、質問の方で、給与支払い報告書のお話ししてましたけれども、給与支払い報告書だけじゃなくて、税務署に出す源泉徴収票も電子で届けなければいけないと。こちらもご注意ください。で、こちらが、令和9年1月提出分よりは30枚に引き下げられると。で、具体的に、わかりやすい図でいきますと、こちらですね。令和9年の1月からの提出についてその30枚基準があると。で、令和9年なので、前々年の令和7年ですから、去年の1月に、出している給与所得の税務署宛てに出している給与所得の源泉徴収票の枚数が30枚を超えている。このケースだと40枚なんですけど、その場合は、令和9年、来年の1月に提出するものについては、源泉徴収票はe-tax で、給与支払い報告書は LTAX で提出するということになります。こちらご注意ください。ですので、も
来年30枚基準で電子になるかどうかっていうのはもう今の段階ではもう分かっているということになります。ですので、早めに準備はできるかと思います。画面変わりましたか？はい。で、最後になりますけれども、こちらの最後の方に、電子的手段で提出が必要であるにもかかわらず、紙で提出を行った場合、受理されない、返却された上で電子的手段での再提出を求められると、未申告の扱いとなる場合もございますと。こういう、もしかしたら厳しい、指導がある可能性もありますので、今、30枚でまだ大丈夫かなと思っていても、多分年々引き下げられていきますし、もうほぼほぼの会社がLTAX、eTax お使いになっているかと思いますので、まだの会社については、もう、LTAX に切り替えましょうということで、今年からお話ししていただければなと思います。本日は以上です。